こんにちは、セリナです。今回は8月21日発売、コスメデコルテの新作下地フローレススキングローライザーを人気のロージーグローライザーマルチプロテクショントーンアップ CC の10番ラベンダーローズと比較しながらご紹介していきます。コスメデコルテのロージーグローライザーはツヤ肌に仕上げたいという方は一度はチェックしたことがあるんじゃないかなというくらいかなり人気のアイテムなのと、トーンアップ CC も今年の2月に発売されたばかりの新作ですが、こちらもすでに人気アイテムとなっておりますよね。そんな下地も人気アイテムが揃っているコスメデコルテから大注目の新作が登場したということで、今回はこちらのフローレススキングローライザーをロージーグローライザーとトーンアップ CC とそれぞれ半眼筒に塗って塗り心地や仕上がり、ファンデーションと組み合わせた時のイメージ、そして4時間後のマスク崩れについて検証しておりますので、下地選びに迷われている方に少しでも参考になれば嬉しいです。またこちらのチャンネルでは他にも新作のコスメを中心にご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。今回ご紹介していくのはこちら、コスメデコルテフローレススキングローライザー。光が溶け込みツヤめく、滑らかな美しさを叶えるツヤ仕込みプライマー。内側から光を放つようなツヤめき、潤い膜が肌に溶け込み一体化。肌の内側で光を受け止めたような柔らかいツヤめきを叶えます。光でカバー&トーンアップ。光のフィルターをかけたようにくすみや肌悩みをカバーしながら肌全体の透明感と明るさを高めます。滑らかな仕上がりが持続。つけた瞬間からスルンと均一な肌が持続。ファンデーションの仕上がりが一段と美しく長く続きます。まずは新作のフローレススキングローライザーをコスメデコルテの定番人気下地ロージーグローライザーと比較しながらご紹介していきたいと思います。こちらの2つはツヤ肌に仕上がるというのと、どちらも SPF20PA2+ の紫外線カット効果など共通点も多いからか、ブランドサイトにもそれぞれの特徴についての記載があって、まず新作のフローレススキングローライザーは光のツヤと均一カバー、光に満ちた柔らかいツヤ、光と潤いが溶け込んだ透明感と内側からふんわり発光するような上品なツヤ仕上がり、滑らかに伸び広がるクリーミーな使用感、上品なツヤ肌を叶えたい方、あらゆる肌悩みをカバーしたい方におすすめ。反対にロージーグローライザーはみずみずしいツヤと血色感、血色感ピンクのみずみずしいツヤでにじみ出るような生き生きとした血色感と内側からじゅわっと発光するようなツヤ仕上がり、美容液のようなみずみずしい使用感で血色感を叶えたい方、みずみずしいツヤ仕上がりがお好みの方におすすめという記載がありました。まずはそれぞれの下地を半眼ずつに塗ってみて、塗り心地や仕上がりなどにどんな感じの違いがあるのか見ていきます。まずはこちら側半分に人気のロージーグローライザーを塗ってみます。ロージーグローライザーはツヤ肌に仕上がる下地としてかなり有名で人気のアイテムですが、 BA さんもハイライトとしても使えるくらいパールがしっかりと効いている下地というふうにおっしゃっていましたが、顔の上にのせてもこんな感じでしっかりとしたパールによるツヤ感を感じられるタイプですよね。質感としては手元で見た時と同様、ジェルのようなみずみずしくて軽い塗り心地です。はい、まずはこちら側半分に人気のロージーグローライザーを塗ってみました。何も塗っていない方の肌と比較すると、こちらのロージーグローライザーのパールによるツヤによって内側から発光するような生き生きとした張り感を感じられるようなツヤ肌に仕上がっている感じが分かりやすいと思います。
近くで見てもこんな感じで、みずみずしいジェルのようなテクスチャーが肌にピタッと密着して肌表面をつるんと見せてくれているので、パール感は効いていますが、このジェルっぽいテクスチャーの効果で自然に毛穴もフラットに整えてくれています。そして手元で見た時は意外としっかりとカラーがつくタイプかなというふうに思いましたが、みずみずしくて軽いテクスチャーだからか、何も塗っていない方の肌と比較しても自然に血色感が出ていてトーンアップはされていますが、首元から浮いてしまうということもなく、程よいカラー補正効果だったところもより使いやすいポイントなんじゃないかなと思います。これだけしっかりとしたツヤ肌に見せてくれるのに、テクスチャー自体はみずみずしくて軽いジェルタイプなので、ツヤ肌に仕上げたいけれど保湿に寄りすぎてしまうタイプやオイルっぽい使用感のアイテムは苦手という方にもとても使いやすいと思います。コスメデコルテを代表するくらい人気なアイテムというだけあって、仕上がりだけでなく使用感も使いやすいところがすごくいいなと思います。ではこの状態のまま反対側には今回の新作フローレススキングローライザーを塗っていきます。こちらはロージーグローライザーとはまた全然違ったテクスチャーで、緩めの保湿クリームのようなとても柔らかくて伸ばしやすいテクスチャーです。水分とクリーム感のバランスがとてもいいので、伸ばしやすいですがすぐに肌にピタッと密着してくれる分、こんな感じで毛穴や凹凸をフラットに見せてくれます。はい、こちら側半分には今回の新作フローレススキングローライザーを塗ってみました。フローレススキングローライザーはかなり滑らかで緩めの保湿クリームのようなテクスチャーなので、こんな感じで肌に軽く塗るだけでも自然に毛穴や凹凸を滑らかにフラットに見せてくれるような仕上がりでした。ただこちらも重すぎないクリームテクスチャーなので、肌に厚みが出てしまう感じはなく、自然ですが毛穴や凹凸に下地がフィットして肌を滑らかに整えてくれるようなタイプです。こういった保湿感があるタイプで毛穴や凹凸を埋めてフラットに見せてくれる下地は、もう少し厚みが出てしまったり重たいタイプに寄ってしまうことが多いですが、とても軽い塗り心地なのに程よくクリームで保護されているような保湿感と毛穴を埋めてフラットに見せてくれる効果を兼ね備えている下地はなかなか珍しいんじゃないかなと思います。そしてロージーグローライザーとフローレススキングローライザーの違いとしては、まずこのくらいの距離でも分かりやすい通り、ロージーグローライザーはパール感によって内側から発光したような張り感を感じるツヤ肌仕上がりなのに対して、フローレススキングローライザーは毛穴や凹凸を滑らかに整えながらも頬のあたりなどに程よいツヤを感じるようなツヤツヤしすぎない柔らかい肌印象に見せてくれるタイプです。ロージーグローライザーは近くで見てもしっかりとパールによるツヤを感じられるタイプで、フローレススキングローライザーは軽いのに毛穴や凹凸をフラットに見せてくれるタイプです。そしてテクスチャーや塗り心地については、ロージーグローライザーはみずみずしいジェルのような軽い塗り心地なので、水分でしっかりと保湿をしてくれるようなイメージで、肌表面の乾燥が気になる時やキメの乱れが気になってうまく下地が塗れないという時にも塗りやすい質感。反対にフローレススキングローライザーは水分とクリーム感のバランスがとても程よいので、こちらも伸びがいいですが肌の上でしっかりととどまってくれる感じもするので、程よいクリーム感で肌をしっかりと保護するような保湿感という感じの違いがありました。みずみずしいジェルのようなテクスチャーで水分で肌を潤わせながらパールによるツヤで内側から発光したようなツヤ肌に仕上げたいという方はロージーグローライザーがおすすめ。滑らかで軽いスキンケアクリームのような塗り心地で肌をしっかりと保護するように保湿しながら毛穴や凹凸をフラットに整えてふんわりとした柔らかなツヤ肌に仕上げたいという方はフローレススキングローライザーがよりおすすめなんじゃないかなと思いました。
どちらもとても軽い塗り心地なので、負担感や重さが全くないのに、下地だけでもこのくらい仕上がりイメージが変わるところがものすごくいいなと思いました。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして香りについてもどちらも同じコスメデコルテ特有のスキンケアのような香りが少し強めに感じられるタイプなので、香りが苦手な方は少し気になるかなという印象ですが、香りの強さなどはどちらも大体同じくらいでした。ではこの上にファンデーションを塗ってみて、ファンデーションと組み合わせた時の塗りやすさや仕上がりについてなども見ていきたいと思います。使用していくのはこちら、コスメデコルテの全ウェアフルイドです。まずはロージーグローライザーの上にのせていきます。ロージーグローライザーはみずみずしいジェルのような質感で肌をつるんと整えてくれているので、ファンデーションと組み合わせてもこんな感じで問題なく肌表面にスルスルとファンデーションが馴染んでくれるタイプです。では反対側、新作のフローレススキングローライザーの上に重ねていきます。こちらは軽い質感でしたが、下地の時点で毛穴や凹凸をフラットに見せてくれるタイプだからか、反対に塗っているロージーグローライザーと比較すると、ファンデーションが下地にピタッと密着する感じがします。下地自体は重さのない仕上がりでしたが、ファンデーションと組み合わせることで、ファンデーションの密着感が高まる分、カバー力をアップさせてくれるようなタイプですね。はい、こちら側にはロージーグローライザー、反対側にはフローレススキングローライザーを塗って、さらにその上に全ウェアフルイドを重ねてみました。ファンデーションと組み合わせてみるとこんな感じの違いで、ロージーグローライザーは下地の効果で内側からの発光感はそのままに、ファンデーションのカバー感を感じられるのに対して、新作のフローレススキングローライザーは下地の時点で毛穴や凹凸をフラットに整えてくれているからか、下地とファンデーションがピタッと密着して、ロージーグローライザーよりも若干カバー力がアップする仕上がりでした。そしてフローレススキングローライザーと組み合わせると、ツヤもとても自然で、下地のみで仕上げていた時と同様のふんわり感は程よく残りつつ、頬の高いところに程よくツヤを集めたような自然なツヤ肌に仕上がっています。それぞれアップで比較してみるとこんな感じです。ロージーグローライザーはファンデーションを重ねた後でも近くで見てもしっかりツヤを感じられるような仕上がり。反対にフローレススキングローライザーはこちらも厚塗り感は出ていませんが、下地とファンデーションがピタッと密着してよりカバー感がアップしています。そして塗り心地としても、ロージーグローライザーはみずみずしい保湿感、フローレススキングローライザーはクリームのような肌を保護するような保湿感がある分、どちらもファンデーションと組み合わせても指が止まってしまったり塗りにくいと感じることはありませんでしたが、やはりフローレススキングローライザーは下地とファンデーションがピタッと密着する分、みずみずしくて滑らかに伸び広がるロージーグローライザーと比較すると、少しだけファンデーションが肌にとどまる感じがしたので、フローレススキングローライザーと組み合わせるときは、ファンデーションをタップするようになじませていくと、より綺麗に密着して仕上がってくれるなと感じました。ではこの上に、コスメデコルテのフェイスパウダー00番を軽く塗って、この状態でマスクをして4時間過ごしてみて、崩れ方にどんな感じの違いがあるのか見ていきたいと思います。フローレススキングローライザーは保湿クリームのような肌を保護してくれる保湿感はありますが、肌への密着感も高いので、崩れにはどんな感じなのかとても気になります。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。一度もお直しをしていない状態なので、どんな感じか見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。今日は特に蒸し暑かったので、4時間の間に一度うっすらと汗をかいたのと、皮脂もいつもよりさらに出ているかなという感じがしました。
そしてやはり今回使用したロージーグローライザーとフローレススキングローライザーはどちらも保湿力が高いツヤ仕上がりというだけあって、皮脂の気になる肌タイプの私だとどちらも全体的に少しテカリが出ている感じが気になりました。ただ近くで見てもこんな感じで、特に新作のフローレススキングローライザーは程よいクリームっぽさもあり、毛穴や凹凸を埋めてくれるようなタイプでしたが、とても軽い塗り心地だったからか、マスクの摩擦による崩れなどには強く、ファンデーションが溜まってしまったり、摩擦でよれてしまうということはなかったです。どちらも皮脂によってファンデーションが薄まっていくような崩れ方だったので、もう少し涼しくなってきて、皮脂というよりも乾燥が気になる季節になれば、皮脂が気になる肌タイプの方にも使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。どちらもだいたい同じくらい頬の中心などに皮脂が出てきていて、ファンデーションが薄まる感じが気になりました。ただどちらも汚く溜まってしまったり、よれてしまうということはなかったです。肌表面を触った感じは、意外とジェルテクスチャーでみずみずしい保湿感を感じられたローシーグローライザーの方が、全体的に少し皮脂によるベタつきが気になるのに対して、軽いクリームのようなテクスチャーだったフローレススキングローライザーは、意外と小鼻の横などもベタつきが気にならないので、下地とファンデーションがピタッと密着してくれる分、上から重ねるファンデーションやパウダーにしっかりと皮脂が吸着してくれていて、肌表面のベタつき感を抑えてくれているのかなという感じがしました。汗をかくことで下地からベースメイクが剥がれ落ちてしまうというタイプの下地でもなかったので、夏場でもそこまで皮脂は気にならないという方や、乾燥が気になる肌タイプの方にはもちろん、秋冬に向けて皮脂が気になる肌タイプの方にも問題なく使いやすいタイプなんじゃないかなと思いました。保湿力もあるのに毛穴や凹凸をフラットに見せてくれるタイプの下地で、ここまでマスクの摩擦による崩れに強いタイプもなかなか珍しいので、そういった部分でもとても使いやすい下地だったなと思いました。それでは続いては、こちら側半分にはすでにフローレススキングローライザーを塗ってある状態なので、反対側にはこちら、今年の2月に発売されて以来、すでに人気の下地となっているサンシルターマルチプロテクショントーンアップ CC の10番ラベンダーローズのカラーを塗って比較してみたいと思います。こちらはブランドサイトによると、心地よいスキンケアタッチで透明感を守り抜くエッセンスクリームベースで美しい素肌感を引き出すナチュラルカバーのトーンアップ CC。 10番のラベンダーローズのカラーは肌本来の透明感と血色感を引き出しトーンアップするラベンダーというカラーで、こちらは SPF50+ の PA4+ の紫外線カット効果が入っています。トーンアップ CC は紫外線カット効果もあり、カラー補正効果もあり、そしてカバー力が高い下地となっていますが、クリーミーなテクスチャーやしっかりと毛穴を補正してくれるところはフローレススキングローライザーと少し似ているなという印象だったので、どんな感じの違いがあるか見ていきます。トーンアップ CC は肌の上にのせるとこんな感じで、こっくりとしたスキンケアクリームのようなテクスチャーで、肌の毛穴や凹凸をしっかりと埋めてくれるタイプです。フローレススキングロールミナイザーよりも重さがあるような仕上がりなので、よりカバー力が高く感じます。はい、こちら側には新作のフローレススキングローライザー、反対側にはトーンアップ CC の10番ラベンダーローズを塗ってある状態です。どちらも毛穴や凹凸を埋めて滑らかに見せてくれるクリームテクスチャーというところは似ていますが、水分とクリーム感のバランスが良い自然な補正効果のフローレススキングローライザーとは対照的に、トーンアップ CC はこんな感じでしっかりと重さを感じるようなクリームテクスチャーが肌をしっかりと覆ってくれるので、その分毛穴や凹凸などもより綺麗にカバーしてくれています。イメージとしてはトーンアップ CC をかなり軽くして、クリーム感の中に程よいみずみずしさと伸ばしやすさを加えたのが新作のフローレススキングローライザーといった感じのイメージなので、テクスチャーや使用感は
こっくりとしたクリームテクスチャーのトーンアップ CC、そしてジェルのように軽くてみずみずしいロージーグローライザーのちょうど中間などが今回の新作といった印象です。そして10番のラベンダーローズのカラーは比較的青みが強いラベンダーカラーなので、自然な肌色補正効果のフローレスグローライザーと比較すると、しっかりとトーンアップ感と透明感が出ている感じがわかりやすいと思います。よりしっかりとクリームで肌を保護してくれている質感が好きという方や、下地だけで毛穴や凹凸をきれいにフラットに見せたい、トーンアップ感と透明感が欲しいという方はトーンアップ CC がおすすめ。肌をしっかりと保護してくれるクリーム感の中にも伸ばしやすさも欲しくて、自然な肌色補正効果で肌をふんわりと柔らかい印象に仕上げたいという方は、新作のフローレススキングローライザーが使いやすいんじゃないかなと思います。それぞれアップで見るとこんな感じです。どちらも下地の時点で毛穴や凹凸をフラットに見せてくれている感じがとても綺麗ですが、トーンアップ CC の方がよりしっかりとした毛穴補正効果なのに対して、フローレススキングローライザーは程よく素肌の透け感も残るような仕上がりの違いがあります。そして香りについては、トーンアップ CC もフローレススキングローライザーやロージーグローライザーと同様、少し強めなスキンケアのような香りがしますが、トーンアップ CC の方が若干香りは抑えめな印象です。ではこの上からファンデーションを塗っていきます。トーンアップ CC はこんな感じで、フローレススキングローライザーよりもよりしっかりと下地とファンデーションが密着する感じがするので、今回ご紹介している3つの中だと少しファンデーションが伸ばしにくいかなと感じやすいと思いますが、しっかりとタップするように重ねていくと密着度がアップしてより綺麗に仕上がります。はい、こちら側にはフローレススキングローライザー、反対側にはトーンアップ CC を塗っていて、さらにその上からファンデーションを重ねてみました。フローレススキングローライザーも下地とファンデーションが密着してカバー力がアップしましたが、トーンアップ CC はこんな感じでさらにカバー力がアップしていて、上から重ねている全ウェアフルイド自体がハイカバーな仕上がりというのはもちろんですが、トーンアップ CC と組み合わせるとコンシーラーなしでも十分なくらいのハイカバーな仕上がりに変化します。近くで見るとよりこんな感じで、トーンアップ CC の毛穴や凹凸感を全く感じさせないハイカバー仕上がりな感じと、フローレススキングローライザーの毛穴や凹凸はカバーしつつも自然な肌の柔らかさが残る感じの違いが分かりやすいと思います。それぞれアップで比較するとこんな感じです。よりしっかりと毛穴や凹凸対策をしたいという方はトーンアップ CC がおすすめ。毛穴や凹凸対策をしながらも肌に程よい透け感とふんわり感が欲しいという方はフローレススキングローライザーが使いやすいんじゃないかなと思いました。どちらも保湿感があるのに毛穴を対策してくれるタイプというところが、乾燥が気になる時期にも使いやすそうでとてもいいですよね。ではこの上にパウダーを塗ってマスクをして4時間過ごしてみて、崩れについて見ていきたいと思います。はい、あれから約4時間ほどマスクのまま過ごしました。崩れについて見ていきたいと思います。マスクの中の肌はこんな感じでした。やはりトーンアップ CC もクリーミーで保湿感があるタイプなので、今の時期に皮脂が気になる肌タイプの私に使うと、やはりこちらも全体的に皮脂が出てくる感じが気になりますが、近くで見てもこんな感じで下地とファンデーションが密着しているからか、塗りたてのようなハイカバーなカバー力はしっかりと保ってくれているのと、少し青みを感じるラベンダーカラーの効果で時間が経ってもくすまずに明るさと透明感を保ってくれています。ただ新作のフローレススキングローライザーと比較するとこんな感じで、やはりトーンアップ CC はどうしてもカバー力が高まる分、下地自体に厚みがあるタイプなので、マスクがよく当たる部分はこんな感じで、少し摩擦によるファンデーションの剥げが気になります。その点、新作のフローレススキングローライザーはトーンアップ CC よりも軽い仕上がりで毛穴補正をしてくれている分、
やはりこちらは摩擦にも強い仕上がりでした。それぞれアップで比較するとこんな感じです。そして肌表面を触った感じは、どちらも程よいクリーム感で肌を保護してくれるような保湿タイプでしたが、この2つは意外と小鼻の横などもそこまで皮脂が出ている感じが気になりにくかったです。ただやはり比較すると軽くてさっぱりとしている仕上がりな分、フローレススキングローライザーの方がより肌表面のベタつきは気になりにくい印象でした。トーンアップ CC もフローレススキングローライザーもどちらもクリームのような保湿感で肌を保護しつつ、毛穴や凹凸を埋めてフラットにカバーしてくれるところは似ていますが、塗りたてのカバー感とトーンアップ感、透明感を持続させたいという方はトーンアップ CC がよりおすすめ。マスクの摩擦によるよれやファンデーションが剥げてしまう感じを防ぎたいという方はフローレススキングローライザーがよりおすすめなんじゃないかなと思いました。はい、ではこんな感じで8月21日発売、コスメデコルテの注目の新作下地、フローレススキングローライザーを人気のロージーグローライザーとトーンアップ CC のラベンダーローズと比較しながらご紹介していきました。今回の新作、フローレススキングローライザーはツヤツヤしすぎない自然なふんわり感と柔らかさのあるような程よいツヤ肌に仕上げてくれるのはもちろん、保湿もしながら毛穴や凹凸をきれいにフラットに補正してくれるのに厚塗り感が出ないというところがとても使いやすかったなと感じました。保湿もしつつ毛穴や凹凸をフラットに仕上げたいという方にとてもおすすめですが、薄すぎで厚塗り感が出ないので毛穴を埋めてフラットに見せてくれるタイプの下地を使うと摩擦による崩れが気になるという方にもとてもおすすめです。パールの効果で内側から発光したようなツヤツヤの肌に仕上げてくれるロージーグローライザーと、しっかりと重さのあるテクスチャーで毛穴や凹凸を埋めてフラットに見せてくれるトーンアップ CC のちょうど中間的なイメージで使えるところもとてもいいなと思いました。気になった方はぜひチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。